はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、フィボナッチチャンネルの使い方と値幅の予測方法。トレード時のよくある悩みの一つとして、今発生しているトレンドはどこまで伸びる可能性があるかの見立てを持つことや、これからエントリーしようとしている時にどこまで狙うべきかの値幅を決めることといったことが挙げられると思います。エントリーの前にトレードの計画やシナリオを立てることが重要ですが、どこまでの値幅を狙うべきなのかで迷ってしまう方も多いと思います。そこで今回の動画では、フィボナッチチャンネルを使った相場の値幅予測の方法を解説します。この動画一つで、フィボナッチチャンネルとはどういうものなのか、引き方と使い方、またフィボナッチというと、フィボナッチリトレースメントやエクスパンションが有名ですが、これらの指標との使い分け方法がわかります。特に平行チャンネルを使うことが多い方にとっては、例えばこのようなチャンネル内での動きが継続していた時に、このチャンネルをブレイクした後ですね、どのあたりまで値幅が出そうかということを考える際に参考になると思います。ぜひ最後までご覧ください。チャート分析で使うフィボナッチのツールというと、押し目や戻り目の水準を測るこのフィボナッチリトレースメントと呼ばれるものであったりとか、この真ん中に書かれているようにトレンドの伸びる先の目安を測るフィボナッチエクスパンションというものが有名です。フィボナッチチャンネルというのは文字通りフィボナッチ比率を用いて描いたチャンネルライン、このような斜めの平行線のことです。フィボナッチ比率というのは黄金比と呼ばれる 38.2% や 61.8%、または 1.618 などの比率のことですが、これらの比率を用いて引いたチャンネルのことです。フィボナッチリトレースメントを使っている方は多いと思いますけれども、このよく見慣れた数値というのが同じようにこのチャンネルラインにも表示されていることがわかると思います。フィボナッチチャンネルの見方なんですけれども、普段使っているフィボナッチリトレースメントやエクスパンションを斜めにして引いてみたものというふうに考えればいいです。つまりここのチャンネルの幅ありますよね。0から1のメモリが振ってあるところのチャンネルの幅ですが、ここを等倍上にスライドさせたポイントというのがこの2のレベルライン。同じようにしてこの01の幅を 1.618 倍したラインというのがこの 1.618 のメモリが振ってあるレベルラインといった具合です。相場の中でよく出る値幅として E 値とか N 値といった値幅が知られていますけれども、E 値というのは例えばこのような横ばいのレンジ相場が発生している場合ですね。このレンジを上にブレイクしてきたときに、ここのレンジの幅と同じぐらいの幅だけ伸びることが多いという相場の修正のことです。今ちょうどこのグリーンの矢印で示したように、もともと発生したこの黄緑のレンジ幅の分だけ上にスライドしたポイントですね。ここを E 値というふうに呼びます。フィボナッチチャンネルというのはこの E 値の考え方が斜めでも発生することがあるというのが基本的な考え方になっています。今図に示している例をもとに考えると、ここの0から1の値幅の部分を上側に等倍スライドしたこの2のラインですね。ここが斜めに見た時の E 値ということになります。さてこのフィボナッチチャンネルどうやって使うのかという点なんですが、使い道としては主に3つありますので、これからそれぞれを説明していきたいと思います。まず1つ目なんですが、相場の値幅を予測するというものです。今、ポンド円の2023年以降の冷やしチャートを表示している状態です。ここにフィボナッチチャンネルを引いています。で、これチャートを見ていただくと、もともとはこの01のチャンネルの内部で値動きが継続していたということがわかると思います。ちょうどここからこの辺りまでのところですね。はい。そしてその後ですね、この01のチャンネルの上側を抜けてくると、今度はこの1から2のレベルに向かって上昇が継続して、この2のレベルラインを今度超えてくると、2から3のレベルラインのところまで移動しているということがわかります。はい。ですので、これが先ほど説明した斜めにいい位置が発生するということの例ということになります。もともとこの01の値幅で動いていたものが、01のチャンネルを上に抜けてくると、今度はこの01の値幅を上に等倍スライドした点、この2のポイントまでの値動きが発生して、この2のレベルを今度上に抜けてくると、同じようにこの1から2までの値幅の分だけ上にスライドした点、今度は3のレベルですね。ここまでの値幅が発生しているということがわかると思います。もともと値動きが発生していたこの01のチャンネルをブレイクすると、今度はその外側に控えているチャンネル内での動きにシフトして、そのチャンネルを再びブレイクすると、さらにもう一つ外側に控えているチャンネル内の推移にシフトするといった具合です。ですので、もともと発生しているチャンネルをブレイクしたときに、今度はどれぐらいの値幅が出そうかということを推測するというのが一つ目の使い方です。続いて二つ目の使い方なんですが、波の折り返し地点を予測するというものです。相場というのは波でできています。相場は上昇トレンドや下降トレンドが発生しているときも、一直線に動くということはなくてですね、このように上がって下がって上がって下がってと
いうようにジグザグを描いて進んでいきます。このうねりのことを波というふうに言うんですが、ではこういった波の折り返しの地点、これらの波がどこで折り返す可能性があるのか、その一つの可能性ですね。あくまで一つの候補でしかないんですが、その候補としてフィボナッチチャンネルのチャンネルラインを参考にするというものです。先ほどと同じポンド円の冷やしチャートを表示しています。ここに相場の波を描いていきたいと思いますので、見ていてください。このような形でですね、2023年明けてから、このようなジグザグを描いて上昇トレンドが発生しているということがわかると思います。次にフィボナッチチャンネルのレベルラインのところに注目をしてもらいたいんですが、ちょっとこの波をですね、一旦消したいと思いますが、例えばここの部分ですね、この 1.618 のところに到達して反落しているということがわかります。そして今度はブレイクされた01のチャンネルの上限の裏にまで戻ってきてから再び反発しています。これは一般的によく言われる平行チャンネルをブレイクした後のリターンムーブと呼ばれる現象ですので、ご存知の方も多いと思います。はい、次ですね。この平行チャンネルの1のラインのところから再び反発して、今度は 1.618 のレベルラインをブレイクします。そうするとこのブレイクの後ですね、陰線が1本出てることがわかると思うんですけども、この 1.618 のレベルラインをブレイクした後に、そこのラインまでまた再びですね、戻ってきて、リターンムーブしてから、そこから反発しているということがわかります。そして今度は 2.618 のラインですね。ちょうどこのオレンジのゾーンに切り替わっているところになりますが、ここに到達した後も一度反落しているということがわかります。そして次は3のラインですね。この黒のラインで示したところになりますが、この少し手前まで行って反落。そして反落した後ですね、今度は 1.618 のレベルラインの裏まで到達して、ここから再び反発しているということがわかります。はい。もともとですね、価格が推移していたこの01のチャンネル、ここをブレイクした後に最終的にはいい位置を達成して、このレベルライン2のところまで到達しているんですが、その前にこの 1.618 のところで一旦反落してますので、このように波が一旦反落する目安のポイントとして活用することができるということですね。はい。続いて3つ目の使い方なんですが、利確ポイントの目安にするということです。今表示しているチャートは、5ドル円の2022年1月以降の4時間足のデータを表示している状態ですが、例えば、もともと値動きが収まっていた、この01のチャンネルラインをブレイクした後ですね、ブレイクした後にロングのポジションを持ったという場合なんですけども、この01のチャンネルをブレイクしてきたということで、いい位置達成を狙って、この2のレベルライン到達までホールドするでもいいですし、その手前に控えている 1.618 のレベルライン到達して、ポジションの一部を手締まう部分利確の根拠として使ってもいいと思います。あるいはこういったフィボナッチチャンネルのレベルラインに到達してからのプライスアクションを見極めて、例えば今の場合はですね、この01のチャンネルをブレイクした後に、2のラインでは一切止まらずに、一気にこの次のレベルのですね、3.618 というところまで到達してるんですが、例えばこの 3.618 のレベルラインでのプライスアクションというのを買い足を使って見てみると、こちらが一時監視の様子なんですけども、この斜めに走っている紫のラインが先ほど確認した 3.618 のレベルラインということになります。で、この赤の四角で囲った部分の動きっていうのを見てみると、このようにですね、小さなレンジ帯を形成しているということがわかります。このように値動きを見て、少しこの辺りで頭が重くなってきたなということが見え始めたら、例えばこのレンジの加減を下にブレイクしてきたところで、ポジションの全部または一部を決済する。そういったように判断していけばいいということになります。はい。それではここからはフィボナッチチャンネルの引き方について解説をしていきたいと思います。まず引くときの注意点からお話ししていきたいんですが、僕はラインの引き方動画というのを過去に公開しているんですけれども、その中でも特に斜めのラインであるトレンドラインとチャンネルラインの引き方について注意しないといけないことというのをお伝えしています。斜めのラインに関する注意点ということで、今回のフィボナッチチャンネルにも共通して言えることなんですが、それが何かというと、斜めラインというのは引こうと思えばいくらでも引けてしまうということです。例えばこういうようなチャートがあったときに、この点とこの点を結んでですね、こういうラインを引いたりですとか、はい、あとはこことここを結んで、こういうようなトレンドラインを引いたりだったりとか、あとこういうラインも引けますね。はい。で、今度こうやって下がってくると、今度こことここを結んだラインを引くというようにですね、このように斜めのラインというのは2点定まればどこにでも引けてしまうという特徴があります。ですので、チャートがラインでこのようにいっぱいになってしまって、どこにラインを引いたらいいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、それは基準がないとこういう風になってしまいがちなので、基準を設ける必要があるということですね。はい。フィボナッチチャンネルも斜めのラインであることには変わりありませんので、引こうと思えばいくらでも引けてしまいます。
ただ、闇雲に引きまくってもしょうがないですので、基準を設ける必要があるんです。で、その基準は何かというと、まずは並行チャンネル内での動きが継続している部分を特定するということです。動画の前半でフィボナッチチャンネルは斜めのいい位置というお話をしましたけれども、フィボナッチチャンネルのあくまで基本的な考え方というのは、あくまで現在一定の値幅の間での値動きが継続している平行チャンネルが存在して、そこをブレイクした時に今度はどれぐらい値幅が発生するかを見るというのが基本ですので、まずは基準となる平行チャンネルを探すというのが第一ステップです。そしてチャンネルを見つける、引く時のコツはというと、スイングハイとスイングローを使って引くということです。これによってむやみやたらに斜めのラインを引くということを避けることにもつながります。チャンネルをはじめとしてラインの引き方に自信がないという方は、こちらの動画で水平線、トレンドライン、チャンネル、3つすべてのタイプを解説していますので参考にしてみてください。それでは実際のチャートを使ってフィボナッチチャンネルの引き方を解説していきたいと思います。今表示しているチャートは5ドル円の2022年の2月から3月にかけての4時間足を表示しています。まずはここにスイングハイローを表示していきます。このインジケーターは僕が公開しているものですので、概要欄にリンクを貼ってあります。スイングハイローの定義について解説した動画も合わせて貼ってありますので、合わせて参考にしてみてください。ではまずは先ほど説明した第一ステップである平行チャンネルを特定するというところから始めていきたいと思うんですが、平行チャンネルを引くときのコツの一つというのは、このように相場の大きい動きに注目して引くということです。例えば今の場合の例で言うと、こういうようなチャンネルが引けるということがわかると思います。ちょうど上下のところを見ると、このスイングハイとこのスイングハイとこのスイングハイの3点。下限のところはこのスイングローとここのスイングロー、それからここのスイングローとここのスイングローという形で4点反応している平行チャンネルが引けることになります。はい。そしてこのチャンネルですね、すでにブレイクされているということがわかりますので、この後ですね、どれぐらいの値幅が出るかというのを見ていくために、フィボナッチチャンネルを引いていくことになります。チャートツールにトレーディングビューを使っている方はですね、この左側のメニューのところから、このフィボナッチチャンネルというものを選択します。そして先ほど引いた既存のチャンネルですね、これをなぞるような形で、まず視点をクリックして、次にこのチャンネルの下限の終点近くのところをクリックします。はい。で、その後に先ほど引いた既存のチャンネルの上限のところまで、このようにドラッグして、ちょうどフィボナッチチャンネルのこの1のレベルラインですね。これがチャンネルの上限に重なるようにドラッグします。はい。そしてチャンネルの上限の視点近くまでこのようにドラッグしてきたら、2のところでもう一度クリックをします。そうするとこのようにフィボナッチチャンネルが確定することになりますので、これでチャンネルはですね、引けたことになります。そうしたら次はレベルラインの設定ですね。ここに表示されている 1.618 のように、どのような比率を使うかっていうところなんですけども、このフィボナッチチャンネルをダブルクリックすると、このようにですね、比率を設定する画面っていうのを開くことができますので、ここに数値を入力していきます。で、フィボナッチチャンネルでよく使う比率なんですけども、これはフィボナッチエクスパンションとほぼ同じで、1.618、それから2、それから2.618、3、3.618、4.236。この6つはですね、よく使いますので、設定しておくといいと思います。2というのはいい位置のラインですね。3.618 は厳密に言うとフィボナッチ比率ではないんですが、2.618 ですね。この2.618というのはトレンドが大きく伸びた時の終着点になりやすい目安の一つなんですけども、この2.618に1を足した数字ということで意識されることもありますので、出しておいてもいいかなというふうに思います。その後のチャートの様子をフィボナッチチャンネルとともに表示しています。これは一つ前のセクションのところで紹介した例と同じなんですけども、この 3.618 のところで止められて下落しているということがわかります。そしてこの下落の後ですね、今度は 1.618 と 2.618 のラインの間、ちょうどこの青とオレンジのゾーンが重なっているところになりますけども、ここのラインの間で行ったり来たり繰り返しているということが起こると思います。こういったところも不思議というか面白いですよね。僕はですね、このフィボナッチチャンネルの押し目側ですね、こういった青い領域もそうなんですけども、この0と1の間のレベル、38.2% とか 61.8% とかの比率ですね。フィボナッチリトレースメントだと押し目の候補として使われる水準ですけども、こういった水準は見ないで外側だけですね、このどうやって値幅が広がっていくかっていうところしか見てないんですけども、こういった押し目側も検証してみると面白いかもしれません。こんな使い方ありますよっていうのがあったらですね、ぜひコメント欄で教えてください。はい、もう一つぐらい例を見ていきたいと思います。今度は同じ5ドル円の1時間足。
2024年7月のデータを表示しています。時間軸が変わってもですね、同じということの参考にもなるでしょう。これ直近の動き見るとですね、109円の過ぎたところからこのように下落が発生しているという状況です。まずは平行チャンネル内に沿った動きが継続しているかっていうところを見ていきたいんですが、今回の5ドル円の例で言うと、このような平行チャンネルが引けると思います。はい、ここから少しチャートを進めると、はい、このような形でブレイクしてきましたので、ここからどれぐらいの値幅が出るかというところを見るために、フィボナッチチャンネルを引いていきたいと思います。今度は下降チャンネルに沿った形になりますので、先ほどと同様に、まずはこの下降チャンネルの上限のところに合わせる形でこのように引きます。はい、そしてその後ですね、今度は下限側に向かって、このフィボナッチチャンネルのレベルライン1が重なるような形で、支点の近くまでドラッグして、はい、ここでもう一回クリックすると、これでチャンネルが確定したことになります。はい、ではこの後の動きを追っていきたいと思います。はい、このような形でですね、最初に発生していたこの01のチャンネルを下にブレイクした後、今度はその01のチャンネルを当倍下にスライドした点、つまりこの2のレベルラインのところまで到達して、そこから大きく反発が始まったということが確認できると思います。なのでこれも斜めにいい位置が発生して、そこから一旦折り返しの動きが出たということになります。はい。で、今回のケースに関しては、この1.618のレベルラインのところに関しては、一時間足で見る限りは特に反応はしてないんですけれども、仮にこの01のチャンネルを下にブレイクしてきたところから売りのポジションを持っていた場合ですね、この1.618のところで一部ポジションを決済するであるとか、このあたりの反応を見つつですね、それ以上ポジションをホールドするかどうかを考える。そういったように使っていけばいいということになります。それでは最後にフィボナッチリトレースメントやエクスパンションとの使い分けについても簡単に触れておきたいと思います。ここまでのお話の中でも何回かお伝えしてきたんですが、フィボナッチチャンネルというのはすでに平行チャンネルが引けるといったように、一定の値幅での値動きが発生している状態で、そのチャンネルをブレイクした時に発生している値幅を見るために用いるというのが基本です。はい。一方のフィボナッチリトレースメントやエクスパンションというのは、チャンネル内での動きが発生しているかどうかに限らず、高値や安値を更新した時の押し目や戻り目の水準を測るもの、またはトレンドの伸び先の水準を測るもの。その意味で言うと、フィボナッチリトレースメントやエクスパンションの方が使う場面は多いと思います。その時々の相場状況に応じて両者を併用するのがいいと思いますので、今回の動画を参考にいろいろと試してみてください。今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。また動画の概要欄にはフィボナッチの関連動画をまとめたプレイリストを貼ってありますので、合わせて確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。